アニメを作ってますっていうことはあまり人にはあまり言えなかった感じが、だからものすごい偏見がやっぱりそのアニメーションの中でもすごいありました。偏見がわからないことだらけだったんですけれど、そのターニングポイントは多分あったと思って、その押井さんのそのゴースト・イン・ザ・シェルがアメリカでセールスのトップになったりとか、あとそのフランスのパリでジャパンエキスポっていうものすごい大きいイベントで、もう大人がみんな日本のアニメのコスプレしてもう日本語でアニメの、歌を歌ったりして、そういうのが日本に入ってきて、多分日本のオタクたちはあ、いいんだって多分だんだん変わったんじゃないかと思います。Bună, dragilor! Bine ați revenit la un nou podcast de pe Izanagi TV. Eu sunt Antonia, gazda voastră, iar astăzi avem alături de noi un invitat foarte special, anume regizorul Keiichi Hara. Domnul Keiichi Hara a regizat o serie de filme foarte populare, printre care le amintim pe Lonely Castle in the Mirror, Miss Hokusai, Colorful, precum și câteva filme din seria Crayon Shin-chan, o serie foarte iubită de toți oamenii din Japonia. Am vorbit cu domnul Keiichi Hara despre experiența sa ca regizor, despre industria de anime din Japonia și despre problemele ei, precum și despre inspirațiile sale. Dorim să vă anunțăm că acest podcast va fi în limba japoneză, cu subtitrări în română și engleză. Mulțumim mult festivalului Animest, fără de care nu am putut face acest podcast. Domnul Keiichi Hara a participat la ediția 2023 a festivalului și astfel am reușit și noi să îl aducem aici. De asemenea, îi mulțumim lui Noctisart, care a susținut realizarea acestui podcast. Dacă doriți să învățați să desenați în stil anime, vă recomandăm cu drag pe Noctisart, pentru că este o profesionistă cu foarte multă experiență în predare. Vă urez vizionare plăcută, de-abia aștept să văd ce părere aveți în comentarii și nu uitați să ne dați un like și un share. 本日参加していただきありがとうございます。はい、もうこんなにたくさんイベントがあってきっと疲れると思うんですが、こちらのポッドキャストに参加していただいて本当に嬉しいです。ありがとう。こちらこそ。で、もうこの度はルーマニアは初めてですか？はい、初めてです。いかがでしたか、今まで？あまり観光はまだできてないんですけれど、お客さんの、リアクションはとてもいい感じだと思っています。よかったです。ブカレストでもあんまり旅行はできなかったんですね。そうですね。ビレッジミュージアムとかにもは行きましたけれど、そんなにたくさんはまだ観光はできてなくて、まあでも今日ももうあんまり時間もないので、そうですね。毎日結構忙しいと思います。で、昔のインタビューで原監督が映画祭に参加するのが楽しいとおっしゃったんですけど、アニメストはいかがでしたか？そうですね。まあルーマニアという初めての国での上映だったので、あんまりまあ心配はしていなかったんですね。そうですか。結構いろんな国でもう僕の作品を見てもらっていたので、だから不安はなかったし、見てもらった後のお客さんの反応は良かったので、安心しました。よかったです。ちなみに日本の観客と比べると、ヨーロッパやルーマニアの観客はどのように違いますか？もし違いが気づかれた場合。まあいつも思うんですけれど、日本のお客さんは一番おとなしいんですね。そうですか。映画を見ていても、あまりこう大きなリアクションはしないんです。笑ったりとかはしますけれど、海外のお客さんの方がちょっとしたことですごく笑ってくれたり。そうですね。確かに。
うん、笑ったり泣いたりする。そうですね。スリルのあるシーンとかは結構声を出したりとか、はい。うん、それはなんか、いつも感じていますね。それ。うん、そうですね。一回私も日本で映画館に行ったんですけれども、なんかもうショックでした。静かで。そうですね。で、クレジットが終わるまでみんな座ってました。はい、そうです。なんかもうショックで、なんか私、なんか叫んだり泣いたり、なんか大きい声で何か表現したかったんですけど、ちょっと、やめた方がいいかなって思いました。少し映画の話に入る前に、原監督ではなくて原さんについて伺いたいんですが、よろしいでしょうか。はい。はい。子供の原さんはどんな子だったんでしょうか。なぜかというと、はい、登場人物は結構シャイな子なんで、原さんもそういう子だったのかなとは思いました。そうですね。僕もおとなしい子供でしたね。そうですか。で、やっぱりその漫画とかアニメとかを見るのは、あとはまあ本を読んだりするのが好きでした。どんな本ですか？そうですね。一番古い記憶好きだった本はシートン動物記。シートン動物記。アメリカのアーネスト・シートンという作家が書いた動物を主人公にした小説があるんですね。子供向けの？それをそうですね、最初は子供向けのものとして読むのが好きでした。ちなみに西洋の文化だと西洋の映画がお好みですね。特にアメリカの。そうですね、アメリカの映画をとにかくよく見てました。うちは親が外国の映画が好きだったので、僕が子供の頃はテレビで毎日、夜の9時から2時間ぐらい、外国の映画を毎日やってたんです。日本のテレビで、毎日違うテレビ局でやっていたんですね。でそれを必ず見てましたね。何か映画や監督のおすすめはありますでしょうか？僕は戦争映画が大好きだったんです。なのでアメリカ映画の史上最大の作戦とか、他にはそうですね、バルジ大作戦とか、バットン大戦車軍団とか、もうちょっと古い時代のものだとアラビアのロレンスとか、そういうスケールの大きい映画がの戦争映画が好きでしたね。現代の監督などはどうですか？まあ僕が若い頃に憧れたアメリカの若い監督たち、スピルバーグとかジョージ・ルカスとか、もうちょっと上の世代だとコッポラとか、クラシックですね。あの人たちがやっぱり僕が20代ぐらいの時のすごい憧れの存在だったので、スピルバーグの映画なんかはやっぱり今でも新作を気にはなりますよね。そうですね。西洋の映画から移動すると、なんか少し日本の映画にも入りたいんですけど、昔の人間のドラマを描いている日本の映画がお好みだとお聞きしましたが、どのような映画でしたか？僕は外国の映画ばっかり見ていたんですね、実は、ある時期まで。ところがスピルバーグとかコッポラとかルーカスがインタビューで黒澤明がすごいっていうことをよく言ってたんですよ。で僕はあんまり見たことなかったんです、その時。僕の好きな監督たちがすごいっていう黒澤明はどんな
にすごいんだろうと思って、見てみたんです。はい、そうしたらものすごく面白くてびっくりしました。もう日本のクラシックの映画すごい面白い。で黒澤明の他の作品も見るようになって、でその中で一緒に上映する他の古い日本の映画監督たちの映画にも興味を覚えて、でその中で一番僕が驚いたのが木下圭介という監督の作品でした。名前はもちろん知っていたんですね。黒澤明と、同じ年にデビューをした監督で、1950年代から60年代にかけて、日本のツートップの監督だったんです当時は。途中からテレビの、仕事をするようになって、映画界からは離れたんですね。それもあったのかもしれないんですけれど、古い日本映画を好きな人たちの中でも木下圭介という名前はあまり重要な監督として語られなくなっていたんですね。そうですか。それは僕はすごく残念に思ったんで、なんとかこの監督をもう一回今のお客さんにも見てもらいたいっていう気持ちがあって、もちろんその小津安二郎とか溝口健二っていう人たちの作品も素晴らしいんですけれど、木下圭介の映画は決してそれに劣らない作品が多いって僕は思ってます。確かに外界だと黒澤監督の名前しか聞かないと思います。特に生きるが一番好きだった映画なんですけど、リメイクもされましたね、イギリスで。あとラショモン、そうですね、それは結構有名で、でも面白いと思うのは日本の監督についてアメリカの監督から聞いたことです。それは原監督がアメリカの監督が好きだから日本の監督にも、についても知りになりましたね。それで木下監督のことなんですが、あるインタビューで自分を作ってくれた映画に恩返しをしたいという気持ちは結構強いですと、おっしゃったんですが、どうですか、そういう木下監督の話なんですか？そうですね。だから今は僕は一番好きな監督を一人だけ言ってくださいって言われたら、木下圭介って言います。そうですか。でもうそのインタビューからほぼ10年間以上が経ちましたが、変わらないです。恩返し、そうですか。恩返しできました。恩返しまだ今途中ですね。そうですか。どんな形で恩返し10年ぐらい前に木下監督の生誕100年の時に、木下監督が、主な作品を作った松竹という、会社が木下監督の作品をその生誕100年ということでもう一回その今の人たちに、見てもらったり、存在を知ってもらうっていうことをやろうっていう、企画があったんです。でそれに声をかけられて、その時思ったのは多分そのインタビューとか、イベントとかで木下監督について喋ったりするっていうことだと思っていた。したらそのうちにその記念の映画も作りたいという話があって、でそれの脚本を頼まれたんです。実写の脚本を書いたことなかったんですけれど、断ったら逃げることになると思いまして、自分に嘘をついてこれはやろうと思って、受けることにして、で脚本を書いているうちに監督もしたいと思うようになって監督もしました。その時に監督になりたいという気持ちが初めて
感じたんですか？なりたいっていうよりも他の人にやってもらいたくないと思った。そうですか。良くも悪くも自分でやりたいと思いました。自信はなかったですよ。なかったんですか？本当に。どうやって超えたんですか？こういう自信がないところが。いや、そこは必死でした。伝えたいことがあるから。そうですね。アニメと実写は作り方が全然違います。ディレクションもどうすればいいんだろう。わからないことだらけだったんですけれど。途中で学んだんですか？いや、もう最後まで夢中でした。そうですか。ただその時思ったのが、その実写のスタッフやキャストの作品に対する強い気持ち、それに僕はものすごい感動しました。アニメではあまり感じないんです、そういうことは。そうですか。みんな違うデスクに座って仕事をしていることが多いので、でも実写はキャメラがある。そうですね。とその周りにスタッフ、キャメラの前にキャストが。まあ今からは少し映画の話になりますが、原監督は群馬県に生まれ育ちですね。はい。なんか群馬県は温泉が多く、自然があふれる素敵な県として認められているんですが、何かインスピレーション、群馬県のところがインスピレーションになったんですか？私は行ったことがないんですけれども、もうぜひ行きたいとは思っています。そうですね。群馬県といっても僕が生まれ育った場所はあまり山の中ではなくて、そうですか。平らなところなんですね。で、近くに温泉とかもない場所だったので、そうですか。本当に田んぼと、あとはその小麦の畑が多い場所、でその場所から僕は早く逃げたいと思っていました、ずっと。そうですか。僕の実家のすぐ近くに駅があるんですけれど、そこの電車に乗ると一本で浅草まで行けたんですね。そうですか。遠かったですけど、そういうこともあって東京っていうものは割とその身近な場所のイメージがあった。そうですか。だから、大きくなったら東京に行くってずっと思ってました。何歳に東京にいらっしゃったんですか？18歳、高校卒業して、東京の専門学校、アニメーションの専門学校に入りました。で、2年目から東京で初めて一人暮らしを始めました。田舎の、ふるさとは懐かしくなかったんですか？嫌いでしたね。そうですか。何が嫌いだったかというと、周りの住んでいる人たち、同じ場所に住んでいる人たちなので、みんな顔を知っている場所だった。なので、そのコミュニケーションがものすごく強かったんですよ。そのコミュニティのルールっていうのが。そうですね。それが僕はすごい嫌だったんですね。もう塊があるっていう気持ちですね。そう。だからその田舎特有のそういう近所の付き合いのルールとか、何かがあるとみんな集まるなんかそういうのがすごく嫌いだったんです、僕は。特に僕の家はその、商売をやっていたんですね。そうですか。主にお菓子を売って、子供相手にお菓子を売ったりしてたんですけど、田舎だったんで、そのもっと食品、缶詰とか、確かにそういうものも売っていて、パンとか、でお客さんがもういつも来て、そのリビングがそのお店の隣にある、お客さんが来たらすぐ分かるように、でそこにテレビがあって
家族はいつもそこにいて、うん、で僕自身の部屋はなかったんです。だからいつもそこにいて、インティマシーがなくて大変ですね。そうだから、でみんな顔をよく知ってる人たちなので、買い物だけじゃなくて、すぐ上がってくるんです。親も上がって、お茶でも飲みなさいってそこで、はい、喋りを始めるんですけれど、僕はもうテレビが見たいんですけれどもううるさくても見れないだからもうだからそういうのが本当に嫌だったんです。東京に行きたいって思った時に何か親に反対されたんですか？いや、そこはなかったですね。親は親でやっぱり昔から東京とか行くのが好きな人だったので、特に母親は、だから僕も子供の頃から時々親と一緒に、その浅草とか銀座とかそういうところに遊びに日帰りで行っていたので、それは特に親はなかったですけれど、ただ専門学校を卒業して仕事が見つからない時には諦めて帰ってこいって言われましたけどね。でも嫌だって言いました。専門学校の時代はどんな感じだったんですか？専門学校の時代は、僕が専門学校に入った時が多分アニメーションの学校に入る若者が多分急に増えた世代だったです。多分大きな理由の一つはその宇宙戦艦ヤマトというアニメがあったり、ルパン三世、カリオストロの城とか、もうちょっと前だとその未来少年コナン、少しこうキッズじゃなくてもう少し上の世代が見れるアニメが増え始めた頃だったんですね。そうですか。だからそれに憧れてものすごくたくさんの生徒が、入った時期だったですね。専門学校に入った年にガンダムの、ファーストガンダムがオンエアされて、もうみんな夢中になって見てました。で、専門学校を卒業した後、なんか仕事を見つけるのが大変だったとおっしゃったんですが、どうしてですか？やっぱりブームはあったんですか？なかったんです。だからまだなかったんで、あんまりスタジオはそんなに人が必要ではなかった時代だったです。だから卒業はしてもあまり就職をする場所がそんなになかったですね。だからほとんどの卒業生たちは多分アニメーションの世界に入らないで去っていったんじゃないかと思います。またインタビューなんですけど、なんか普通じゃない仕事が欲しいとおっしゃったんですけど、スタジオの仕事はどんな感じですか？アニメーションの作り方が今と昔でもだいぶ変わったんですけれど、昔はもう本当にそのアナログで紙に書いたものからそのセルにしてそれをフィルムで撮影するっていうやり方だったんで、で僕は最初からその演出を目指していたので、それを演出になるためにはまずその制作、アニメーションの制作過程を管理するところの、仕事を始めたんです。制作進行という、肩書きなんですけれど、アニメーションのその作り、制作進行がまず関わるのはその絵コンテというものが、上がってきたら、それをコピーをする。で打ち合わせの、日にちが決まったらアニメーターがそこで来て、でアニメーターに仕事が渡される。でそのアニメーターの人たちはその社内にいる人もいたし、他の場所にいて仕事をしてる人たちもいた。そういう人たち
の仕事の進み具合を電話とかでチェックして、ある程度の量が上がったらそれを取りに行ってディレクターにチェックしてもらう、私、結構長いプロセスだったんですよね。そうですね。だから演出のチェックが終わったら、それは今度は作画監督に行って、作画監督が直したものを今度は動画っていうパートに行って、で動画が上がったら今度は、色して、その後は仕上げ、でその間にその最初にアニメーターが描いたものに、その背景の原図っていうものも書かれるので、それは今度は美術の会社に全部持っていくんです。また別の会社ですか。 OK になったものね。だから一日中車に乗ってあっち行ったりこっち行ったりして、大変そうです。だから今はもうそういうもうデータなんで、もう楽になったんですね。そうですね。作る時間もより短くなったんですね、今は。いや、でもそうでもないんですね。ないんですか。その技術がだいぶその進歩したので、できることが多くなったので、実は意外と時間は昔よりかかるようになっちゃう。そうですか。そうですね。原監督の映画は本や、漫画に基づくことが多いが、さっき文学が本当になんか興味を持ってるとおっしゃったんですけれども、現在でもよく文学が好きですか？そうですね。本は好きでよく読んでますね。どんな小説家ですか？今は古い日本の文学、昔読んだんですけれどまたそれを読み直したりっていうことをしていますね。で、特にその時代劇をよく読んだり、読み直したりしています。新しい小説、日本の小説家の作品はあんまり読みたいと思ったことがないですね。そうですか。村上春樹は意外と好きですけどね。好きですけど、最近の村上春樹が好きかっていうとそうじゃなくて、結構昔の村上春樹が好きだったりするんです。昔の例えばどんな？世界の終わりとハードボイルドワンダーランドとか、だからノルウェーの森がものすごいベストセラーになったんですけれど、僕はノルウェーの森ぐらいからあまり面白くなると思うようになりました。聞いたのは日本で村上春樹はあまり人気がないと聞きましたが。いや、そんなことないですよ。そうですか。やっぱり今でも一番売れる作家やっぱ村上春樹の新作っていうのはやっぱりやっぱテレビのニュースにもなるし、で必ず本屋さんで、もうこんなそうですね。積まれるっていうのが、ただ毎年ノーベル文学賞で今年は村上春樹が取るかもってよくニュースになるんですけれど、僕はいつもそうではないんですね。いや、僕は村上春樹はノーベル文学賞を取る人じゃないと僕は思いますけど。そうですか。文学ノーベル賞をもらうためにどういうなんかクオリティが必要と思われるんですか？そう言われると僕も確かにその理由はよくわからないで言っているんですけれど、ノーベル文学賞の作家の作品は多分ある程度分かりにくさが、あまり誰でも同じ感想を持つのではなくて、いろんな感想を持つ作品が最近なんか選ばれるんじゃないかとそうですね思ってるんですね。だからそういう見方で多分村上春樹っていう名前がいつも出てくるんじゃないかと思うんですけれど、
村上春樹の本を読んで思うのはやっぱその文章のリズムがすごく気持ちがいいんですよ、あの人の文章は、ちょっとおしゃれなんですよね、確かにおしゃれです。そう、ちょっとおしゃれだし、ちょっとエロチックなんですよ、多分だからそういう部分かもしれませんね。文学作品をアニメ化すると、なんか様々なチャレンジがあると思うんですけど、そちらについて少し教えていただけますでしょうか。例えば鏡の古城の場合、どのようなプロセスだったんですか。はいはい。まあ鏡の古城に関してはそのビジュアルはあまり悩まなかったですね。まあ現実の世界と、あとはその鏡の古城で、その鏡の古城の、イメージというのが、結構早い段階で僕あったので、それをワンダーランドで、初めて仕事したイリアっていうロシアのイラストレーターで、今アニメーション、日本でアニメの仕事をしていますけど、彼と相談しながら作っていった感じです。鏡の古城がある海の中のそそり立つ岩というのは、実際にある景色が元になっていて。そうですか。どんな景色ですか。あれはそのオーストラリアの本当に大陸から少し離れているんで、もう周りが全部水平線の海の中から高さが150メートルぐらいのああいう本当に岩が、そそり立っているボールズピラミッドっていう。ボールズピラミッド。検索すればすぐ出てきますけど、世界遺産として登録、そうですか。でそれをテレビでたまたま見た時にこれだと思ってイリアにその情報を伝えて、この上にお城を作ってくれと。そうですか、なんか偶然でそれをテレビで見て。いや意外とありますね。だからその仕事、そういうどうしようかって思ってる時には意外とその何気なく見ているテレビとか、そういうものからあってこれだって思ったりすることが多いです。バス停ワンダーランドを見て、もうちょっとチームの中ではちょっとこういう疑問が出てきましたが、なんかワンダーランドは大人も楽しめる子供向けの映画か、子供も楽しめる大人向けの映画か、どちらですか。やっぱアニメーションっていうのは今は本当に大人もたくさん見に行く作品が多いんですけど、それはやっぱりその漫画が好きだったり、この人気がある漫画の原作だったりすると、大人のその漫画のファンが見に来るんですけれど、そうじゃなくてもう小説の原作のアニメーションっていうのは、そのどういうお客さんに来てもらいたいかってことをやっぱりすごく考えないといけないんですよね。そうですね。で、僕としてはやっぱ大人のお客さんに、たくさんその若い大人のお客さんに来てもらいたいと思いました。でもちろんその子供も親子で来たりして、くれるといいなとは思ってましたけど、理由を教えていただいてもよろしいですか。いや、それはヒットさせるためですね。そうですか。なんかこう若い大人たちに何か伝えたいっていう気持ちがあると。いや、そこはね、なかなかやっぱり僕も好きなものが自由に作れるわけではないんですね。フリーランスの監督なんで。そうするとやっぱりその作った作品がヒットしないと次の仕事がなかったりするんです。そうですね。ヒットだけど強いメッセージも確かにあります。そう感じました。
例えば鏡の古城の場合もそうだし、ワンダーランドのもそうだし、カラフルもそうなんですけど、いじめの問題は結構出てきますね。まあ登場人物がいつかいじめられたか、いじめられた子を見てなんか傍観者になるっていう話が多いんですけれども、どうしてこういういじめの問題を描いてるんですか？いや、それはね、実は偶然ですね。偶然ですか？いや、僕は自分自身でこの作品が作りたいっていう周りにアピールをあまり知ったことがない。最初にしたのがカッパの句と夏休みで、あの作品だけはずっと作りたくて作りたいというアピールをずっとしてましたね。でそれが実現するまではもう本当に大変だったんです。そうですか？本当に大変だったんです。認知度がない作品を映画として作るっていうことがどんなに大変なことかっていうのをその時に初めて知りました。そうですか。でもなんとか作ることができて、でも大ヒットではなかったですね。けれど気に入ってくれた人がたくさんいて、でそこからカッパの句の中でやっぱ子供の中のいじめとか、差別とか、そういうものを描いたことから、そういうテイストの作品がたくさんっていうかそういう作品を作ってくれという、依頼が増えたんだと思います。そうですか。そのいじめを描いてる映画のことなんですけど、またそれに戻りますが、ちなみに鏡の古城の前のそういうスピーチは本当に感動しました。ありがとうございます。そうですね、本当に。でその後の Q&A も本当に感動しました。原監督の映画ではいじめる子は罰を受けるという話ではないんですね。なんかそれより大人や友達に伝える、どうやって大人や友達に伝えるか、つまりどうやってその子は自分のトラウマを超えるか、自分に価値がある、幸せに生きる権利があるっていうように考えるようになる話は中心ですね。それはとてもポジティブな視点で素敵だと思いました。そうなんですよ。僕もね、だからいじめの問題っていうのはやっぱりものすごく扱うのが難しい問題だと思うんですよね。だからいじめた子供に何か罰を与えるとか、それだけで済む話じゃないと思っているんですね。罰を与えてもそのいじめられた子のトラウマは消えないんですね。だからそれをどうしたらいいのかって、ことをやっぱりこういう作品を作るときはいつも思うんですけれど、僕の個人的な意見なんですけれど、いじめられたという過去があっても、これからあなたたちはもっと長い時間がこれから待っている。そこに楽しいことはたくさん待っているという、希望を与えられるといいんじゃないかと思うんですね。だからいじめに我慢をする必要はないし、いじめが待っている学校に無理していく必要もない。だったらそんな学校行くなって、周りの大人が言ってあげないといけないと思ってますね。そうですね。ちゃんと今はもう学校は行かなくて大丈夫。でも子供は多分自分はすごく学校へ行けないことが自分の何か自分のせい、自分のせいだと、
学校へ行けない自分はダメな人間だそうってですね。思うようになったりするんですけども、それをまずやめさせた方がいいと思うんですよね。そうですね。その考えを。でもし親も分かってくれなかったらより大変になるんですね。多分その子供のいじめの問題でその親に子供は多分言いたくないんだと思うんですね。自分がいじめられてるってことを親に知られたくない。で、自分が弱いダメな人間じゃないかって多分思われるんじゃないかって。鏡の古城に出たのは、ちょっとフリースクールのコンセプトがあったんですけど、なんかこれは初めて聞くんですけど、どんなものなんですか？結構あるんですか、日本で？今だからやはりその不登校の問題がすごく今、日本は大問題なので、やっぱりそういう子どもたちを支援しようという大人もやっぱり増えてはいるんですね。なのでああいう学校は今多分、増えているけれど、学校に行けない子どもも増えている。僕がワンダーランドの時に仕事をした、プロデューサーの子供が、小学校で、やっぱ不登校になったという話を聞きました。だけどしばらく経って電話で話したら、いや学校の中にフリーダムクラスというのがあって、学校に行けない子たちが、自分のクラスに行けない子たちがそのクラスに来る。そうすると、そうするとそこに同じ経験をした卒業した年上の先輩たちがいて話し相手になってくれるっていう、それは素敵な本当に素敵ですね。クラスだなと思いましたけど。ちなみに学校に行けない子どもたちの話なんですけど、今年の夏にちょっと福井大学に行く機会があって、福井でその教育科の方と話して、やっぱり外国人の子どもたち、日本にいる外国人の子どもたちは、もう日本の学校に行けない場合は多いと聞きました。日本語はちゃんとできないし、たまにスペシャルニーズのクラスに移動されます。でそのためその福井大学の方は日本人のボランティアとそのある子の母国ができる外国人のボランティアを集まってなんか授業とかで手伝ってあげるっていうプロジェクトがあって、それも素敵だと思いました。全然別の話なんですけど、やっぱり子供へのサポートが必要ですね。そうですね。僕が子供の頃と今の子供の環境を考えると、子供は子供の領域っていうか、子供テリトリーみたいな、ちょっと曖昧な、ものの中で、生活をしていた気がするんです。あと家と。でも今の子供たちってやっぱりその SNS とかで、その領域がもう広がってない、そうですね。昔は学校で嫌なことがあっても家に行ったらその関係なくなるんですけど、今の子はもう SNS でまた何か言われたり書かれたりっていう、どこ行っても逃げられないっていう気持ちが、大人の場合も同じです。そうですね。鏡の古城日本で、見てくれた人の大人の中でもおじさんだったんですけれど、もう会社の中でいじめにあって会社を辞めざるを得なかったっていうそうですか、そんな人もいて、そのアニメの現場にずっといたんで、23歳から40だからもう本当後半ぐらいまで25年ぐらい
いたし、その後フリーランスになってもアニメの現場にも入ったんですけれど、僕の体験だとそのアニメの中でそんなそのいじめ的なことはあまり感じたことはないんですよね。そうですか。結局やっぱりこういうクリエイティブな仕事は、その仕事ができるかできないかで、いい仕事をする人は年が下でも、男でも女でもちゃんと評価してもらえるし、でもこうヒエラルキーが厳しい会社なんかに勤めていると、上司が部下をいじめるとか。そうですね。私もいろいろ聞きました。日本の友達からなんかこういうオタクの話なんですけど、どうですか？やっぱり日本で差別されるんですか？最近はね、あまり目立たないですよね。目立たないんですか？普段はちゃんとした仕事を、漫画とかアニメとか関係ない仕事をしても、オフの時にそういうものにわーってやるっていう、それはそんなに恥ずかしいことではないんじゃないかと。でも昔はそうだった。昔はそうでした。本当に僕の時代ぐらいにやっぱそのオタクって言葉が言われ始めたんですね。で僕自身もその大人になったらアニメとか漫画見ちゃいけないと思ってました。だからちょっとこうアニメを作ってますっていうことはあまり人にはあまり言えなかった感じがありましたね。そうですか。でルーマニアでもちょっとアニメが好きな人はちょっと変な目で見られてると思います。そのターニングポイントは多分あったと思って、その推しさんのそのゴースト・イン・ザ・シェルがアメリカでセールスのトップになったりとか、でジェームス・キャメロンがすごい好きだとか、あとそのフランスのパリで、ジャパンエキスポっていうものすごい大きいイベントで、もう大人がみんな日本のアニメのコスプレしてもう日本語でアニメの歌を歌ったりしている、そういうのが日本に入ってきて、多分日本のオタクたちは「あ、いいんだ」って多分そうですね、だんだん変わったんじゃないかと思いますただやっぱり今のその日本のアニメの業界で一番問題なのは、日本映画で大ヒットするのはほとんどアニメーションなんですよね。そうですね、で漫画もものすごい売れてるし、テレビアニメも海外でもすごい大人気だっていう、なのに実際のアニメの現場は豊かじゃないっていう、金銭的に、それはなぜなんだろうっていう、疑問はありますよね。多分ハリウッドみたいにみんな騒がないからじゃないですかね。そうですねいやアニメーションのスタッフってやっぱりそのスキルのあるスタッフってほとんどフリーランスなんで、フリーランスので稼いでいる人たちなので、みんなでアニメの現場を改善しようっていう人たちはあまりいない。いないんですか？いないんです。高畑さんとか宮崎さんは、その若かった頃は、その頃はもう多分全世界的に、その若者が上の世代に対してものすごい反発して、でやっぱりその労働者の力を合わせて、上の人たちからもうちょっとちゃんとしたサラリーをもらおうみたいな活動をしてた人は多かったんです。今はそういうことをやってる人はいないですね、ほとんど。なかなか聞くんですけど、アニメーション業界のサラリーはちょっと良くないなとは。良くないですね。良くないですか？だけどとはいえその作った作品がヒットして、お金を稼げばその分がまた
バックされるっていうシステムにはなってきています。ただそのアニメーター その権利が今あるのは脚本家と監督ぐらいなんですよね。アニメーターはなかなかないですね。だからアニメーターの場合はそのオリジナルのキャラクターをデザインをした人はその作品がヒットすれば多分その人がオリジナルのキャラクターなんで、はい、何かしらちゃんとお金がもらえるんじゃないかとは思うんですけど、でそれであんまりアニメーターの場合ではちょっと手が足りない人が足りないという問題がありますね。人が足りないっていうか仕事しないアニメーターが多くなって困ってますよ今。キャリアをアニメーターがキャリアをスタートさせるのはスタジオに入ることだったんですね。でそこでその動画っていう仕事をするんです。はい、その原画をもとに、そのクリーンアップをしてその絵と絵の間をまた動かすっていう、で、そういう仕事をある程度してもう大丈夫だろうと思ったらフリーランスの原画になるんですね。はい、で原画になったらその最初はやっぱりその所属のスタジオからの仕事が中心になるんですけれど、いい仕事をすれば他のスタジオからも仕事が来るんです。はい、やってください、でその時にどういう契約をするかっていうと、この仕事をやる間、毎月これだけの額を払いますっていうシステムなんです。そうですか。うまいアニメーターって日本でも実はそんなに多くないんですよね。うまいアニメーターには仕事がものすごく来るんです。ですね、はい、そうするとそれを全部取ってしまってどれも仕事があまり進まないまま時間が経って、はい、でも時間が経っても毎月ちゃんとお金が入る。そうですか。それですごいもうどこのスタジオも困っていて間に合わないって思ったらじゃああなたの仕事を返してくれと引き上げるっていうんですけれど、するんですけれどお金はまだ返してくれとは言えないんですよ。結局アニメーションのプロダクションの給料が安かったんですよね。だからフリーランスになった方がまだもっと稼げたです。今も多分そうだと思うんですけど、いや そのやり方じゃない、ちゃんと給料で保証しようってやったのがジブリなんですよ。で聞いた話とその額は分かんないんですけど、やっぱりジブリのスタッフはかなり給料がいいという話は聞きました。でも結局そのシステムはもうやめましたけどね、ジブリは。そうですか。スタジオジブリはやっぱり人件費がすごい高いので、1ヶ月に1億円がスタッフのギャランティーがかかる。それで例えば3年かかったら、36億円はギャランティーがかかるから、映画が100億ヒットしても、そんなに儲からないっていう半分は映画館、今は東宝っていう会社は 60% とか 65% 映画館が取るんですけど高い、普通は半分なんだから100億のヒットって言ってもジブリはそれほど儲かっていないっていう。そうですね。次にですが、あと20分くらいが残ってるんですけど、いつもポッドキャストの最後にいくつかの特別な質問があるんですけれども、まずはルーマニア料理の一番美味しかったものが、そういう料理はあるんでしょうか？おととい大使と日本大使とランチを
素敵なレストランに行ったんですけど、そこで食べたロールキャベツみたいな、サルマレ。あれ美味しかったです。よかったです。私も一番好きな料理です。で、和食だったらどちらがいいんですか？本当に和食っていうことで言ったら寿司ですけど、その日本の、和食っていう純粋な日本の和食じゃないのかもしれないですけれど、カレーライス。カレーライス結構人気ですね、日本で。日本人ってやっぱそのアレンジをするのがすごいうまいんですよね。そうですね。だからカレーもいろんなカレーがあって、あとラーメンもそうじゃないですか。いろんなラーメンがあるじゃないですか。でみんな自分はどこが好きって、そうですね。俺はそうだってお好きなラーメンは？僕はやっぱりその関東の人間なんで、その醤油ラーメン。そうですね、クラシックで。私は1年間札幌に住んでたんで、味噌バター味噌が、はい、次に子供の頃の好きなアニメは？僕は藤子不二雄さんと赤塚不二夫さんが大好きだったんで、お化けの九太郎とかパーマンとかおそ松くんとか赤塚不二夫さんとかの聞いたことがあります。猛烈あたろうとかね、ギャグの漫画が好きでしたね。そうですか。今大人としてどうですか？変わったんですか？好きなアニメは。その頃のアニメを今も楽しんで見てるかっていうと、そうでもないんですけれど、ただ僕はその新鋭アニメーションっていう、その藤子不二雄先生の原作をよくアニメしていた会社にいたので、僕が本当に大好きだったその藤子の F 不二雄先生の方ですけどねの仕事ができて、僕はデビュー作はドラえもんだったんです、テレビの。でその後そのエスパーマミとか、21エモンっていうその藤子 F 先生の作品をその監督することができて、生きてる間に何度か会うこともできたんですね。話もできた。その憧れの人の作品を自分が仕事でできたっていう。想像できません、そういう気持ちは。それはなんか本当に自分の中ですごいそのいい思い出になっているし、なんかそのプライドにもなってます。僕がだからドラえもんの仕事を始めた頃っていうのは、その他のアニメーションの世界からドラえもんをやってるっていうとバカにされたんです。そうですか？そうなんですよ。で子供向けじゃないっていう。その頃にだからそのもっとアンビシャスがある人たちから比べるとすごいなんかキッズアニメじゃない。これからもっと違う大人向けのアニメを作るのがいい、クールだっていう感じだった。F 先生が亡くなってから変わったんですよね。もう残念、もうドラえもんが読めない、ドラえもんがない。死んでから F 先生の評価がすごく上がって、そうですか。今はその誰もバカにしないですよ、そのドラえもんやっていても。そうですね、なんか、どんだけ大事な作品だったか。そうだからものすごい偏見がやっぱり、そのアニメーションの中でもすごいありました、偏見が。原監督の作品の中では一番共感できるキャラクターはどちらですか？クレヨンしんちゃんのお父さんのヒロシ。そうですか。どうしてですか？作っていた時にやっぱ年齢も近かったし、男の弱いところ、美人の女の人を見たらすぐなんかデレデレしちゃったりとかだけど奥さんには弱いとか
僕はだからすごい楽しかったんですよ、ヒロシっていうキャラクターを描くのが。でもそのヒロシの声優さんも亡くなっちゃったんですよ。ワンダーランドでザングっていう、機械人間やった、はい、声をやったんですけど、ちょっと少し後にもうまだ病気だったんですけれど、はい、残念でしたね。次にミス北斎の音楽についていろいろ質問があったと思うんですけれども、原監督さんの今の好きな曲は何ですか？僕の好きな曲はもう古いところでも止まってますね。だから外国のアーティストで一番好きなアーティストはビートルズだし。で次に現在の世界の一つのことを変えることができれば、何を変えたいと思われるんですか？難しいですね。本当にパソコンとスマホを全部なくしたいです。そうですか。世界からどうしてですか？僕もどっちも持ってないんで、その時多分僕が一番困らないっていう。確かにみんなパニックになっていると思います。どうやって A から B までに行くんですか？どうやって分かりますか？僕だからそれがよく聞かれるんですよ最近。そうですか。いや地図もらって駅でどっち口に行って、で住所見て、で駅前のこの看板で、こっちで番号を見ながら、行くお店は何丁目の何番だと、それに少しずつ近づいていくっていう、それは僕ね結構好きなんですよ。そうですか。トレジャーハンティングみたいな感じで少し冒険迷ったりもしますけど、でそうやってそのお店にたどり着くと先にいる若い人がみんな驚くんですよ。監督どうやって来たんですかって。いや地図見てきてすごいでこちらは普段にゲストの皆さんに聞く質問なんですけれども、人生の意味は何ですか？人生の意味人生の意味一番難しい質問は最後にそうですね。どれだけの感動を自分より若い世代に伝えられるか、なぜならば僕はその映画監督だから、僕が映画監督になれたのは子供の頃から自分が憧れた監督たちや素晴らしい作品を見てきたからなので、自分の作った作品がやっぱり少しでもそういう感動を伝えられればいいなと思ってます。多分それはもうこれからもそれが目標だと思います。伝えてきました。はい。本当にありがとうございます。素敵な答えでしたね。そうですか。もう意味がないって答える人もいます。すごい暗いで早速ですがこれはもう終わりです。もう質問がないんですけれども、もし何か伝えたいことがあれば、ぜひ。日本の漫画やアニメもいろんなテイストの作品があるとは思うんですけれど、さっきも言ったようにやっぱ誰かに憧れてプロフェッショナルになったんだと思うんですよ。今こうやって作られてる新しいものももちろん見たり読んだりするのもいいんですけれど、その作家のルーツというかそういうのをこう遡っていくと、意外とまた新しい発見があるかもしれないです。僕にとってのその木下圭介監督みたいに。はい、本当にありがとうございます。こういうインタビュー
できて本当に光栄です。あありがとうございました。ありがとうございました。はい